はいどうも皆さんこんにちは、プロトバンナムです。本日の動画はドラミくんがねついに来てくれたんですよ。またありがとうございます。なんで簡単にして自己紹介をしてもらえればなと。エリア310所属のドラミギです。お願いします。お願いします。ありがとうございます。いやーマジ可愛らしいいいな若いって。でですね、なんかこのきっかけになったのはですね、僕がちょっと日常アカウントでちょっとつぶやいてた時になんとねドラミくんがねコメントしてくれたんですよね。最近ちょっとメンメン人気はあるんですけど、あんまという噂が元っていうかもう今も強いですけど、一番強かったバナムさんとちょっとメンメン盛り上げられたらいいなと思って。はい、なるほどね。確かにちょっと1回目のコラボでもねちょっと軽く言ってたね。確かにそうですね。確かに。でも実際今メンメンの相性表ってさ、なんか面々使いじゃない人とかが結構上げてるイメージだよね。メンメン最強って言ってる人がよく上げてるイメージ。あ、某〇〇の2でつく人ね。そうまあね、今回はねその2人が作ったね面相性表をね独自に作ってきたんで照らし合わせながらああだこうだ言いたいなと思います。お願いします。お願いします。僕の紹介やってもらっていいですか？あ、紹介忘れてた。僕のよくアシスタントしてくれてる天の声と言われてる人なんですけど、フルドラキっていう人がいまして、簡単に自己紹介してもらえればな。はいはい。4WiiU からずっとね、プロトバナムのチームの相方やってたフルドラキと申します。はい。実は YouTube でいろいろ手伝って、今回は2人がね、喋ってる時にパソコンの操作とかのお手伝いで声だけやらせてもらって。声だけ。強調が強い。はい。それではやっていこう。やっていこうか。はい、それじゃあ、2人の相性表公開でございますと。右が僕ので、左が、世界最強の面々のドラミくんのですね。なんか、やばい、俺ガチネガみたいになってる。いや、世界最強だから。ネガじゃないってことを信じて。プラス2が3匹しかいない。いや、これはまずい。3匹しかいないのびっくり。メンメンと言いましたよ、弱キャラフリキャラ多くない？いや、すごいな。こんななんかドラミくん勝ってるのか。そう、この相性表でなんと僕勝って。すごいな。特にさ、マイナス3ってやばいね。マイナス3やばいです。マイナス3いっぱいいるんだけど。ちょっとこれはちょっと願ってる子あります。願ってる方なんだ。すごいな。なんかカズヤとかいるのが面白いわ、マイナス3に。誰かとは言えないんですが、もう一人の男の人が、マイナス3やって言って僕も納得。はてなはてなね。その男が言ってたと。カズヤいけないか。きついか。いや、カズヤ何がいけます？カズヤいけるところね。なんだろうな。メンメンのアームを飛び越す手段が乏しい。でも、カズヤの振る舞いとかあるじゃないですか。あれをまずジャンプでして、まずアームを消す。そうだね、消せるね、一応。で、近づいて、抜かれて GM。読み合い消えてるかな。読み合いできないんですよ、カズヤっていうキャラには。できないの？そろそろ一旦、風当たりのやつは一回切り上げでいいかなとは思う。そうだね。だいぶ闇が深いことが分かった。一応闇が深いことは分かった。実際、ドラミギくんが超苦戦してる風扱いって誰やろ？俺が苦戦してる風扱いは、そんないないですけど、なんか普通に、その2000ぐらいの風で負ける。メイトでね。なるほどね。ドラミくんもなんか俺の相性表見て、なんか気になるとことかある？ドラム選手の相性表気になる。ほじりすぎかな。ルイージ、これプラス何ぼすかこれ？プラス2っすね。それはどういうご意見で？まずね、メンメンを使おうって思ったきっかけがね、アイクラルイージをめちゃくちゃにバクいるっていう目標で育ててたからっていうのが1個。絶対いけるっていう確信があって、メンメン育ててたから、ルイージはプラス2だった。だからアイクラもプラス2になってる。そういうことか。なんか、いけると思ってるからの2ってことですか？そう。っていうのが1個。で、2個目が、カズヤとの時とちょっと似てるんだけど、やっぱりこいつも近寄る手段が乏しい。で、ゲロいのは崖狩りのがあるんだけど、そこ以
外は言うてフック初心もいけるし、まあ、ニュートラルも結構このキャラってつかみが圧倒的に多いから、はい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 。まあ、なんだろう、パーセント管理できればこいつが狙いたいタクっていうのはある程度絞られるよね、動きも変えやすいよねっていう意味でそこに置かれてる。はい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 。わかるんですけど、やっぱり、まず僕のきつい点を何か言うと、まず掴むじゃないですか。まず、ずらしがあんまり効かなくて即死が入りやすいのと、あとメンメンのホットリングドラゴンとか全部クメルで壊されるんですよ。潰せるね、実際持続長いしね。あれで潰せて近づきやすくなってて、ジャンプ読みでクエのホットリング当てた時に、類似サイクロンっていう最強の暴れあるじゃないですか。ああ、1フレア無敵ね。やり方がめちゃくちゃ良かったら確定するんですけど、類似やったらたまに下火間にあって確定できないっていう時が結構あって、まあ僕はこれこれ1に置いてるんですけど、まあ僕は5分でもいいかなぐらいには。多分ゼロに置いてるよ。ゼロだね、これ。5分に置いてる。素晴らしいトロップ選手。まあ、5分という結論に至りました。ああ、なるほどね。逆を言うと、まあ、なんだろう。最初の1個目の消してくるやつは、着地の時に後隙が出るから、俺はちょっと足が多いから、その辺はあんま困ってなかったの。足だけあったらどうしても近寄ってるじゃないですか、相手。で、そこで近づけられてみたいな展開が多い。まあ、ちょっとね、ピンポイントで使わないときついかもね。俺は、なんかピンポイントで合わせるよりも安定で腕の。まあ、腕の方が安定感あるね、実際。まあ、の方が多分、類似かっていう感じです。で、2個目のあれか、ジャンプリングクエンか。まあ、あれはね、ルイージって落下がね、極端に悪いのと、空中横移動速度が非常にひどいので、なんか、確定しなくてもなんかしてくれることが多いんだよね、あのファイター。なんか、大体暴れするからさ、暴れ読み、ボルト横スマッシュとかするんだよね、よく。暴れ読みでメガボルト振っちゃうじゃないですか。そしたら外したらもう確実の白とさ、上のから上強、上に。レッグクイーン外しちゃったら、ジャンプしながら打ちべくへんか、もう一回リングクイーンするか、なんか透かし着地になりそうやね。そうなんですよね。結局展開が悪いんですよ。まあ展開はね、だいぶ悪いね、実際。まあでもなんかリング横強のさ、チクチクとで結構癖見れるじゃん、うちらは。まあ見れますね。見れるからなんかどっかでドラ横強をぶつけることが多いと思うんだよね。わかります。そのめんどくさいニュートラルもしくはリングクエンをすることって、まあ実際はそこまで多くはないのかなと思う。まあわかります。いつか当たるよね、あっちが。あっちが。いや、いつか当たるようなって話もあるんですけど、でもそういう時近づいてるじゃないですか、ホットリング。そしたらもうルイージの格好の意識なんですよ。もうなんか和也と似てるね、その辺は。ルイージ和也ほんまに兄弟なんです。まあ兄弟ではあるね。まあなんでジャンプするか、あるいはジャンプしないかっていう意味合いで、結構俺の時代は生きていけたな。バナムさんが結構活躍した時って、あんまりルイージ使いが結構少なかったらへんですよね、多分。なんか一番強かったのがエレガントぐらい。いや、ラル君やばいっすよ、マジで。ラル君、まあ実際俺が辞めた後に出てきちゃったから当たってないのは実際あるね。俺の相性表で、いやー、これだけはないやろみたいなやついます。まあ意外とびっくりしてるのはあれだね。パックンフラワーかシズエだね。パックンフラワーは、まず崖上がるのがまず可能とされていて、ホットリングクエル、ホットリングドラゴンっていうジャンプ上がりが、あれが確定できない。あ、確定できないのあれ、知らすぎて、できるのかな、俺できたことないレベルなんですよ。ほんまに当たり方良くてできるこれ。ああ、当たり方が悪くてできないってあったんだ。なんか感覚でありすぎて、全く分かってなかった、その辺。ラッシュしすぎて、まずホットリングプールでも、下に行きすぎて当たらない。地上さえこっち行けるけど、別にそんな向こう側もそんな行けないことはないから、総合評価で見てマイナス1です。まあ DA が意外と強くないあのキャラ。いやなんかベクトルが悪いんですよ、DA って。上じゃないなかったでしたっけ？だいぶ上なんだけど、なんか崖のセットアップとか、なんかワンチャン倒されやすい飛び方してるんだよね。わかります。で、重ねてると結構下に飛ぶ。そう。バウンスどこっすか、パックフォー。これプラス2だね。そんなトラウマもありつつ、プラス2。まあそれだけなんだよね、逆に言うと。なんか、でもその展開にされると思いますね。着地しようとした時に DA が飛んでくる時だね。その時にめんどくせえなーって感じ。
な。でも地上の別になんかそんな簡単すぎるとあんま思わなくないですか？まあ弱いなーって思うよ、正直他は。シューリンガンも全然使えないし、毒斬りも使えないし、下 B は下 B で N 回避しやすいし、こいつの個性である技が全部死に技になってるのがかわいそうって思っちゃう。そうなんですけど、結構クエルとかで技打ち負けません？ホットリングとか。あれか、くるくる回るやつね。あれ、運ですね。クエルは確かドラゴンを壊せるはず。スマッシュドラゴンやれんのあれ。消せるのあれ。いや、多分地上がそのまま当たると思うんですけど、ワンチャンクセ中あれやったら、じゃん、潰すんです。うん。潰された思い出がある。まあ、天の声に検証お願いしとこう。そのうちやります。はい。いつも検証等々やるので、はい。パックンフラワーの QN に、多分 SJ ドラゴン横スマッシュだね。どっかでやります。はい。お願いします。はい。まあ、なんか多分下の方にピコピコって出てます。この辺みたいなことで出します。そう、この辺みたいな。マリオでいきましょう。マリオ確かにプラス1マイナス1だね。マリオどこがいけるか教えてほしいです。いや、もうね、あれなんですよね。崖つかまり姿勢がまずクソ悪い。マリオ側ですか？マリオ側のはい。モルト汚すましさ、見てからジャンプしたらさ、姿勢が悪すぎて当たるんだけど。俺、ガチで当たったことないんだけど、スノー選手に当たったことないから当たるんですよ。普通にね、なんか。でもまあ、僕はそれ以上にまずきついのがニュートラルですね。うん。ニュートラルは本当にきつくて、まずマリオの2段ジャンプで差し込まれて、コンボにつなぎやすいのと、あとメンメンがコンボめっちゃ入りやすくて。入りやすいね。こいつコンボ体勢悪すぎるからね。で、上に飛ばされたらずっとこって、メテオもされやすくてみたいな、もう最悪のファイター。崖上がりもきつくて、で、スクシコンボも入りやすいね。で、ニュートラルも勝てないし、で、マリオ側はクソしもいけ。終わった。無理だ。まあ、俺前作マリオ使いだったから分かるっていうのもあるんだけど、まあニュートラルは正直ね、まあマリオって最初ね、空下狙うか上投げ空下なんだよ、大体。わかります。なんで、長者がめっちゃ多いんだよね、まず。はい。まあ技合わせが2本出しで合わせやすいのが1個。で、もう1個が、まあ、マリオっていうのは結構ね、足が遅いんだよね。空中は速いんだけど、地上は遅いから、まあなんでね、結構空中で来るから、空中のとこにあんま置きが結構ぶっ刺さりやすい。着地は結構、まあガーキャン使いが短いから、まあ大体空下で来ること多いんだけど、ここはね、空下合わせ頑張ってる。逆にこっちも空下。そう。メメ側の空下を合わせて、なんかごまかしてることは多い。してるってことはきついですよ。近寄られるまでの間の動きが、まあ、弱い動きが多かったりとか、狙う技がほぼほぼ空中か投げだから、まあ、読みやすいっていうのがある。まあ、それはあります。突然 DA してくるんだったらちょっときついんだけど、あんまそれも見ないし、滑り横強も30以降じゃないと美味しくないのね。まあそうですね。転倒しないから。だったりとか、即死狙う時も場所限定なのね、結構。台近くで下投げ指導、もしくは下り空母指導、空上指導とかしないといけないんだけど、場所と別編が正しい位置だとそもそも即死されないっていう。めん弱すぎて正しくても俺ずらし結構頭脳選手にうまいって言われるけど、なんかそういうとこつくし入っちゃうんですよ。そうかな。されてたっけ俺。された覚えあんまないんだけどな。手の声です。はい。うん。お二人はやっぱり戦った環境が若干ずれてるから、そこで多分差はあるとは思う。その上で一応自分の方でいろいろ検証した時にはバナム選手の方は入ってはいなかったですね。即死はほとんど面々でやるときは。昔はね、入ってなかったら確認してます。なおさんのマリオ、あとクラママリオとやった時のフリーとかを見てもほとんど入ってなかったと思う。ほとんど入ってない。まあ、入っちゃった時はやらかしてる俺が。それをスノー選手とやった時にどうなるかは、本当にそのバナムが引退を本格的に決めた後に出てきたから、ドラミングとしての世代が。なんでそうだからそこで多分話はどうしても合わないのかなと。ああ、そうかもね。そう、ルイージもそう。まあ、和也もそうだと思うし。和也もそう。うん。なんか時代を感じますね。ドラミギ選手のやる環境はね、強いよ、やっぱ。関西のあそこは。やばいね。最後に質問だけ。ちょっと。はい。実際お二人に多分聞かれるだろうなと思っているのが、とりあえずメンメンが嫌だったらこいつ使っとけっていうキャラを二人それぞれ聞かせてもらえたらなと思います。はい。まず、バナムンからお願い。でもね、まあ手軽さも考慮しちゃうけど、まあ一番はヨッシーを押すね。ヨッシー。まあ簡単で強くて重くて、基礎士もまあ頑張ったら拒否入れる。はい。
手軽さも込みでって感じ。手軽さは込みだね。ガン相性だけだったらもうこの表を見る限りやっぱメタナイト。まあ、メタナイトとかワリオとかなんかその辺。うんなんだけど、そのね、俺が挙げた3つ全部難しい。だから個人的にはヨッシーとソニックオースで簡単さがあるから。なるほど。OK。ありがとう。では、ドラミギ選手の方には実際どうですか？メンメンがきついと言われているキャラのメタナイト、プリンと DD ゴン、ユッポーガ、インクリンク、ピカチュウ、ピカチュウはいけるかわかんないけど。とか、僕が思う一番のサイフレメタナイト。まあやっぱメタナイトですよね。そうですよね。了解でございます。ありがとうございます。はい。僕からの質問は以上です。はい。まあまあね、もっと語りたいんだけど、正直時間が全然足りないので、まあね、気になる人はまたね、コメント等でなんか自分たちの意見をどしどしくだされば、僕らも多分見る時があるんで、よかったらよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。さようなら。さよなら。